目標を立てて強く願えば願うほどなぜか結果が出ない。そんな経験はありませんか？実はこれ、脳と体の仕組みとしてとても自然に起きている現象なんです。少しイメージしてみてください。目標は蝶のようなもの。そして執着はそれをぎゅっと握る手です。強く握れば握るほど蝶は逃げていく。でも手を緩めた時にふっと止まることがある。そんな構造なんです。ではなぜ執着すると結果が出にくくなるのでしょうか？まず一つ目、脳が危険と判断するからです。結果に強くこだわるほど早く達成しなくちゃ、失敗したくないという緊張状態になります。すると脳は生存モードに切り替わります。この状態では視野が狭くなり、新しい発想が出にくくなり、柔軟な行動ができなくなる。つまり直感や最適な選択が働きにくくなってしまうんです。二つ目、できていない自分に意識が固定されること。目標に執着すると無意識にまだ達成していない自分を見続けるようになります。すると脳はまだ足りない、まだダメだという状態を現実として強化していきます。その結果、焦り、空回り、停滞、そんなループに入りやすくなります。そして三つ目、体がブレーキをかけるからです。急激な変化や強いプレッシャーは体にとっては危険かもしれないというサインになります。すると、やる気が出ない、先延ばしにしてしまう、疲れやすくなる、といった反応が起きてしまいます。これは意志が弱いからではなく、体があなたを守ろうとしている自然な防御反応です。ではどうすればいいのでしょうか？ここが大切なポイントです。目標は持つ。でも握りしめない。例えるなら、目的地は決めるけれど、ハンドルは軽く持つ。そんな感覚です。ここでおすすめなのが目標の分散です。このチャンネルをご覧の方は、思考を減らしたい、そしてネドジュンさんのような意識変容を体験したい、そのためにエレベーター呼吸に取り組んでいる方も多いのではないでしょうか。ですが、うまくできない、思考が減らない、そんな風に感じることたくさんありますよね。そんな時におすすめなのが、目標を一つにしないことです。具体的にはこの3つ。思考を減らす、姿勢を整える、気分を良くする。この3つはとても相性がいいんです。なぜなら、どれも目標を達成するための方法は、意識を体に向けることだからです。そしてこの3つはバラバラではなく、お互いに影響し合う相乗効果の関係にあります。例えば、背骨を伸ばし、胸を開くと、不安や心配が減り、理由のない自信が出てきます。気分が良くなります。気分が良くなると思考は静かになります。そして思考が減ると余計な力が抜けて姿勢も整いやすくなる。このように一つが変わると他の二つも自然と連動して回り始め、同時に行うことにより螺旋を描くように上がっていきます。だからこそどれか一つを完璧にやろうとしなくていい。どれからでもいいので体に意識を戻すこと。それだけで3つすべてが同時に整い始めていきます。具体的実践方法として、例えばエレベーター呼吸をしていて、できないな、うまくイメージできないな、なかなか思考減らないな、そんな思いが出てきたとき、そこで無理に続けるのではなく、一度目標を手放します。そして姿勢を整えるに切り替える。背骨の感覚、足裏の重心、頭の位置、
それらを感じながら、どの位置が一番体にとって楽なのか、どんな動きが体に負担がないのか、ただ観察していきます。姿勢を意識し始めると、脳のラスの働きによって姿勢に関する情報が自然と目に入りやすくなります。SNS や日常の中でヒントが見えてくる。それを参考にしながら、体を感じながら運動をしてみる。それでも、なんかよくわかんないな、うまくできないな、そんな思いはまた出てきます。でもその時、体を感じながら動いているので、すでに手放した最初の目標である思考は静かになっています。さらに姿勢でも迷いが出てきたら、今度は目標を気分を良くするに変えてみる。正しくできているかどうかは置いといて、ただ体を感じながら動く。こうして目標を切り替えながら循環させていくと、できないという感覚が薄れ、プレッシャーが減り、体がリラックスしてきます。すると自然と行動が続き、結果もついてくる。理想の状態は、目標は忘れているのに進んでいる状態です。脳のラスが働き、無意識が必要な情報を集め、最適な選択をしてくれる。だから、頑張って達成するというよりも、気づいたら叶っていた。そんな流れに変わっていきます。私自身最初はネドジュンさんのような意識変容を体験したい。そんな思いで身体感覚に意識を向け始めたんです。ネドジュンさんは2ヶ月集中して取り組めば右脳回帰するって言ってたのに、全然思考減らない。そんな焦りも正直ありました。でも続けていると思考はゼロにならないけれど、どんどん気分が良くなる体感はありました。さらに体の感覚に集中していると、姿勢や体の使い方そのものが不調の原因になっていたことにも気づき始めました。姿勢を整えることで疲れにくく、肩こりがなくなっていきました。そして驚いたのは、無意識の体の使い方によって様々な不調や体型の崩れまで起こしていたことでした。お腹ぽっこりや二重顎、背中のもたつきは年齢のせいではなく姿勢のせいだったと本当にびっくりしました。でも逆に言えば、このことに気づけただけでも私にとっては大きなギフトだったんです。当初の目標だった意識変容は完全に至らなかったとしても、気分や体調を自分で整える感覚が分かった。それだけでも十分価値があった。そう感じています。だから今は早く変わんなくちゃという焦りよりも、その過程そのものを少し楽しんでいる。そんな自分の変化に満足を感じています。まとめると、執着が強いほど脳は緊張し、パフォーマンスは下がる。できていないに意識が固定され、体は変化を止めようとする。そして、緩めるほど流れは戻っていく。では最後に体験してみましょう。楽な体勢で軽く目を閉じます。今の呼吸を感じます。体の内側にエレベーターの床のような丸い円盤をイメージし、呼吸とともに上がったり下がったり、そんなイメージをします。その丸い円盤は喉元からお腹の底まで上がったり下がったり、
うまくイメージできないな。集中できないな。思考が出てくるな。そんな思いが出てきたとします。それでも頑張らなくちゃ。そういう思いも出てくるかもしれません。そこから一旦離れます。今度は呼吸をしながら、天井から首の付け根にフックをつけられて、スーッと引っ張り上げられるイメージをします。背骨がスーッと伸び、首の後ろや後頭部が後ろの壁にぴったりくっつくような、背骨の真上に重たい頭がちょこんと乗っているような感覚。ゆったりと呼吸をして、肩の力をふっと緩めて、吸って吐きながらスーッと天井から引っ張り上げられる。正しい位置よくわかんないな。そんな思いが出てくるかもしれません。それでも呼吸しながら吐く息とともに背骨をスーッと伸ばしてみます。正しい姿勢がわからなくてもいい。ただ今の感覚を感じます。感情を感じてみます。いつの間にか穏やかになっているかもしれません。いつの間にか思考が静かになっているかもしれません。今ほんの少しでも静けさやほっとした安心感があれば、それが変化の始まりです。変えようとしなくていい。ただ感じているだけ。その瞬間から世界は静かに変化し始めています。